今日は生クリームたっぷりなコーヒーゼリーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は生クリームたっぷりなコーヒーゼリーを作りたいと思います。コーヒーゼリーもね、いろんな作り方があると思うんですが、今回はブロック状のね、キューブ型のコーヒーゼリーを作っていきたいと思います。出来上がったコーヒーゼリーにミルキーな牛乳とさらに生クリームをたっぷりトッピングして仕上げたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにコーヒーゼリーの材料からご紹介します。材料はこちらです。インスタントコーヒー、お砂糖、粉ゼラチン、お湯、お水です。こちらの材料で作っていきます。今回ね、ゼラチンでブロック状のね、キューブ型のコーヒーゼリーを作るので、ちょっとね、固めに仕上げます。それでもしですね、柔らかいクラッシュ状にしたい場合は、ゼラチンの量は半分で OK です。あとですね、お砂糖の量もお好みで OK です。このコーヒーゼリー自体は甘さ控えめに作っていきます。そして今回はですね、コーヒーゼリーの中にミルクを入れたいと思います。材料はこちらです。牛乳、練乳。この2つを混ぜて入れたいと思います。で、もしですね、練乳がない場合は、お砂糖をね、お好みの甘さ入れてみてください。で、さらに牛乳じゃなくてもフレッシュクリームとかでも代用 OK です。そしてトッピングで生クリームを乗せたいと思います。材料はこちらです。生クリーム、お砂糖、そしてココアパウダーです。こちらをトッピングで使いたいと思います。それでは、こちらの材料で作っていきましょう。早速コーヒーゼリーを作っていきます。まずこちらの粉ゼラチンを一番初めに溶かします。器に粉ゼラチンを入れて、で、ここに熱めのお湯ですね。沸騰直前ぐらいのお湯を少しずつ加えてなじませていきます。だいたい半分ずつ加えて混ぜていきましょう。これね、一度に入れると結構ダマになりやすかったりするので、半分ずつ加えていただくといいかなと思います。はい。で、ある程度溶けたらもう半分加えます。そして混ぜましょう。で、ゼラチンがね、透明になってくるまで混ぜてください。このぐらい透明になれば OK です。で、この時によく見ていただくと、まだね、細かい粒が残ってるんですけれども、2、3分ぐらい経つとこちらも溶けてきますので、一旦これはこのまま置いておきます。それでは続いてインスタントコーヒーを溶かします。まず耐熱のボウルにインスタントコーヒーと、あと砂糖を加えてください。で、そしたらお水をまず少し加えます。そして混ぜます。で、ある程度混ざったら残りも加えます。そして混ぜましょう。で、これでね、まだインスタントコーヒー溶けきれてないと思いますので、一度電子レンジ 600W で20秒から30秒ほど温めます。で、水で溶けるタイプもあると思うんですけれども、この後ゼラチンを加えるので、水で溶けるタイプも同様に電子レンジ 600W で20秒ほど加熱してください。はい、取り出しました。で、そしたら一度混ぜます。お砂糖とインスタントコーヒーがしっかり溶ければ OK です。そして温度もですね、少しぬるいかなっていうぐらいになってれば OK です。で、この表面のね、泡々の部分をね、取り除きます。で、こうやってスプーンですくっていただいてもいいですし、あとはこういうラップをね、一度ピタッと表面に貼って、で、こうやってピロッと取ると、こんな感じで泡を取ることができます。まあ、どちらでもね、やりやすい方で OK です。で、それではね、このゼラチンを加えていきます。で、先ほどのゼラチン見ていただくと、粒々がもうなくなってますね。これをもう一度よく混ぜましょう。で、この時にまだ粒々が目立つなっていう時は、電子レンジ 600W で15秒から20秒ほど加熱して、もう一度よく混ぜてみてください。で、このようにね、しっかりゼラチンが溶ければ OK です。で、それではね、2つを合わせていきます。コーヒーをね、一度ゼラチンの方に入れます。で、少しずつなじませてから最後ね、加えていきたいと思います。はい。で、この時ね、泡立てないようにしてください。で、だいたい混ざったらコーヒーに戻し入れます。混ぜます。で、この時も泡立てないように注意してください。で、よく混ざれば OK です。はい、そうしましたら今回はね、こちらの容器に流し込んでいきます。
でね、ゼラチンのゼリーってね、結構型から取り出すのが難しいので、今回はねオーブンシートを中に敷いて、その中に流し込みたいと思います。でオーブンシートね、こういったものがない場合はクッキングシートでやってみてください。はい、こんな感じでセットします。そしたらこちらにコーヒーのゼリーを流し込みます。このように流し込みました。ちょっとこの上の部分に泡泡があるので、ラップを表面にペトッと貼り付けます。剥がします。ペロペロペローっと。でそうするとね、表面のね泡をきれいに取ることができます。それではですね、こちら少し粗熱をとって冷蔵庫で6時間ほどしっかりと冷やし固めます。それではコーヒーゼリーの中に入れるミルクを作ります。これはすごく簡単で、牛乳に練乳を加えます。はい、そしてよく混ぜましょう。でこれでしっかり練乳が混ざれば OK です。それではトッピングの生クリームを作ります。ボウルを氷水に当てていただいて、その中に生クリームを入れます。そしてお砂糖を加えます。今回ね、生クリームは作りやすい分量で作っているので、ちょっと余るかもしれないので、その場合はね、何かパンにつけたりとか、そういった感じで早めに召し上がっていただけたらと思います。それでは泡立てます。はい、このようにね、結構固めに泡立ててください。出来上がった生クリームを絞り袋にセットします。今回の口はこういったね、口金を使っていきます。ちょっとね、太めのものです。まずね、先端を切っていただいて、口金をセットします。少し縦長の容器にセットします。それではこの泡立てた生クリームを入れます。はい、生クリームの準備はこれで OK です。はい、冷やし固まりました。それでは型から取り出します。オーブンシートごと取ります。はい、こんな感じです。じゃあね、こちらオーブンシートを剥がします。裏返して、よいしょ。はい、こんな感じでプルップルのコーヒーゼリーに仕上がりました。プルプルです。それではあとはこれをね、食べやすい大きさに切っていきます。もうこのね、食べやすい大きさとかはお好みでね、カットしていただいて OK です。はい、こんな感じでカットしました。あとは盛り付けていきます。それでは容器の中にゼリーを入れていきます。はい、そして作っておいた練乳ミルクを流し込みます。そして最後上から生クリームを絞ります。そして仕上げにココアパウダーです。これでコーヒーゼリーの完成です。こんな感じに仕上がりました。生クリームをもりもりっと絞ってトッピングしてみました。あとはこんな感じでね、生クリームなしで召し上がっていただいても OK です。それではいただきたいと思います。すっごく美味しそうです。いただきます。ひんやりしてすっごく美味しいです。今回コーヒーゼリーはかなり甘さ控えめにしてあるので、練乳ミルクとこの生クリームの甘さが程よくマッチしてますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコーヒーゼリーのポイントです。まずですね、コーヒーゼリーを作る時なんですけれども、ゼラチンはしっかりと溶かすようにしてください。で、ゼラチンにお湯を加えてね、溶かすんですけれども、いっぺんにね、お湯を入れてしまうと、ゼラチンがダマになりやすいので、半分ずつ加えて溶かすようにしてください。コーヒーゼリーの甘さについてなんですけれども、今回は結構甘さ控えめにしてあります。なので甘さはね、お好みで調整していただいて OK です。そして今回はですね、キューブ型のコーヒーゼリーにしました。キューブ型に切るので、コーヒーゼリー自体は少しね、固めに仕上げてあります。で、もしですね、もう少し柔らかい食感がいいなっていう場合は、ゼラチンの量を半分にしていただいて、スプーンでね、こうやって削って中に入れていただくといいかなと思います。で、私は今回ね、こういうバットを使ったんですけれども、こちらはタッパーで代用していただいても OK です。で、今回は生クリームを上に絞ってるんですけれども、アイスクリームをね、乗せていただいても美味しいかなと思います。今からの季節にね、すごくぴったりなスイーツかと思います。手軽な材料で作り方もすごく簡単なので、ぜひ作ってみてください。
今日はキューブ型のコーヒーゼリーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。